一斉のせ。こんにちは、ひまひまです。現在の時刻は2時です。14時じゃない、AM2 時。ということでですね、本日は大学生になったひまひまの近況報告していきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー。はい。ということでですね、近況報告をこうやって2時とか3時に撮る日って、大体眠いんですよ。だから正直今寝てって言われたら全然動画撮りながら寝れちゃうんですけど、そしたら企画が大崩壊になってしまうので、寝ません。いや、当たり前すぎる。ということで、まず近況報告。一つ目は、大学のテストがついに始まり、もうすぐ終わりそうです。大学のテストは、なんか、ある教科とない教科があるんですよ。だいたいさ、シラバスって言ってさ、どの大学にもあると思うんですけど、授業への貢献度が何%で、例えばレポートがあったらそのレポートが何%みたいな。で、100% になってるみたいな感じで多分、単位というか、成績がつけられるんですけど、そのテストがあるとこってだいたい 50% がテストで 50% が出席とか、40% がテストで 60% が出席とかなんですけど、私が最近受けたテストが 80% がテストで 20% が授業っていうのがあったの。でも怖すぎて、80% ってことはテスト全然取れなかったら、なんか再履修になってしまうから落胆になって、やばいぞこれと思って、さすがに頑張りました。とか、テストがない授業は、プレゼンがあったりとかしてね、ちょうど明日プレゼンなの。だから私2時まで起きてたら普通にプレゼンできるか心配。でもね、プレゼンは結構好きだから、まあ大丈夫かなとは思うんですけどね。はい。だからプレゼンがある授業は正直ありがたいし、テストがない授業で課題を出せばいいだけの授業もあるんで、そういうのはすごいありがたいんだけど、来週ね、テストがあるんだけど、そのテストがね、やっぱしんどいですね。なんか私経営学部っての言ったと思うんですけど、会計があるのね。会計ってさ、簿記があるんだけど、正直今まで触れてこなかった世界すぎて、本当にわかんない。なんか仕分けとか。もう難しすぎて正直、なんかもうよくわかりません。やりたくない。でもあれやらないと、会計の先生はズバズバ落とすんだって。だからテストが取れてなかったら普通に再履修になってしまうから、再履修になると本当にめんどくさいし大変だから、ちょっと頑張りたいと思います。さすがに。ほんと一個難しいのがあってね。でもそれは友達と一緒に勉強して一週間、結構頑張って乗り越えたの。だから、それは結構強いなって思うんですけど、本当に乗り越えられたかは正直わかりません。成績とかもなんかいつ発表されるのかよくわかんないし、多分落胆ないと思うんだけどなって思いますけどね。今のところ大学しっかり行ってるし、撮影とかもあるけど、意外とこう放課後に撮影したりとか、して、意外と過ごしてます。でも最近すごくて、私予定を一日に詰め詰めにしちゃうの。だから今日も大学に行って、ラジオ行って、で、また大学の友達と再会して、かき氷食べて、で、高校の時の友達と4人で会って、ご飯食べてみたいな一日だったし、明日も学校行って、よもぎ虫行って、これは普通に美容デーだわ。よもぎ虫行って美容室行くとかも。で、帰ってきて韓国語レッスンとかも全然あるし、なんかそういう感じの毎日を過ごしています。ただ、土日に結構エネルギー切れってなることが多くて、日曜日とかはずっと寝てたりもします。意外と仕事がなかったりとかするとね、ありますけど。でも最近なんかまた話が変わるんだけど、やりたいことが見つかってきたというか、新たな自分のやりたいことが見つかってきて、とってもワクワクしています。正直夢って一つだけじゃなくて、いろんなね、夢がみんなあっていいと思うんですよ。もちろん。で、私も夢があったんですけど、なんか新たな、自分これやりたいな、みたいなのが見つかってきたというか、生まれてきたというか。で、その、やりたいなっていうことからさらに
いろんな広げて、あ、これもやりたいな、あれもやりたいな、これもやりたいなっていうのもなんか見つかってきて、すごくワクワクしています。なんかそのね、夢っていうのもどちらかというとお仕事の方になるんですけど、なんか、人生において大事にしていることをこの20個の中から5個選んでくださいみたいなのがあったの。なんか授業で。80個の中から20個選んで、その中から20個からさらに10個を選んで、その中からさらに5個選ぶみたいな感じだったの。で、その中には命、健康とかお仕事とか趣味とか幸福度とか、ほんといろんなのがいっぱいあったんだけど、やっぱり最後の5個に残ったのは、命と健康と、やっぱ仕事が入るんです、ここに。なんか信頼とかもありましたね、いろいろ。仕事が入って、やっぱり私お仕事が大好きなので、今のこの活動も大好きですし、将来はこういうことやりたいな、お仕事でっていうのも正直あるので、芸能以外でもやりたいことがあって、まあ芸能の延長線上ではありますけどね。この活動、インフルエンサー活動とかもですけど、そう、やりたいなっていうことがあって、ちょっとずつ今からでも行動できたらいいななんて思っています。だからなんかそういう夢の追求とか、お仕事だったりとか、友達との遊びももちろん人生によって大事だし、なんかいっぱいこう、両立すべきことがあって大変なんですけど、でも今は忙しい日々が大好きだし、大好物。たまに休みたくなる時もありますけどね。なんか、なので、すごく楽しいですね。嫌なことで忙しかったらそりゃ嫌ですよ。学校で毎日忙しいとかもそんな好きじゃないし、正直。お仕事で毎日忙しいのが好きっていう感じです。最近ね、悩むことが多いんですよね、なかなか。自分の自己肯定感っていうのが下がっていく一方なの、最近。なんでかな。正直私自分のこと可愛いとかあんま思えなくて、なんか、満足しないというか、普通に向上心だけしかないんですよ。向上心しかないというか、満足しないんですよね、すべての現状において。自分にはこれが足りないとか、すごいいろいろ考えるんですけど。気にしすぎ、すべてにおいて。ポジティブではあるんですけど、なんかこうやって繊細すぎるところもあるって自分では思ってて、顔もなんかやっぱ可愛い子とかをたくさん見ると、やっぱ可愛いな、みたいな。自分なんでこの骨格からして顔が大きくて、むくんでて、ポコポコってしてて、肌もそこまで綺麗な自信もなんか、なんかファンデーションとかですごい綺麗にされてる方を見ると、うわ、綺麗だなって思うんです。そう、陶器肌みたいな。羨ましいなとか思うし。なんかね、だからさっきチャッピーに聞いてたんだ。どうやったら垢抜けられると思うみたいな。聞いてて。なんかやっぱり去年と比べて何も変わってないなって思う時があって、正直。だからなんか私の夏はもっと可愛くなりたいなとか思うし、なんか過去の自分を超えたいっていうのが常にあるから、過去の自分に今の方がかっこいいぞみたいな胸を張っていれるような自分でありたいっていうところがあるから、なんか前の自分を超えたいんだよね。だから去年の自分の方が今結構好きで、だから去年の自分を超えたいんですよ。それが悩みなのかもね、最近の。だから韓国語を習得しようかな。そういうことだよね。別に見た目だけの問題じゃないもんね。中身とかもそうだし。だからそれで言うと今なんか最近韓国語も結構頑張ってて、韓国語レッスンすごい入れてるし、デュオリンゴで韓国語も頑張ってます。あとは、私最近美容にもやっぱ力を入れていて、もうもちろん好きな人とかもいないから、自分磨きにこう力を入れてたりとか、自分にお金とか時間を使うことがすごく今は好きで、まあ人にもちろんお金とか時間を使うこともありますけど、父の日、母の日とか誕生日とか。そうなんで美容デーとか結構作ったりするんだけど、最近インディバとかよもぎ虫とか言ってたら、代謝が良かったのが、もうさらに良くなっちゃってね、汗ダックダクなの。やばいよ、今。顔全体から汗が吹き出てくるんです。みんなが汗があんまかいてないのに。体中もそう。本当に汗が止まんなくて、最近悩み、普通に。
で最近あとピラティスも始めて、さきちゃんが言ってたから、一緒に始めて、1回しか行ってないんだけどね。そろそろ頑張ろうと思っています。で、あとですね、ついに夏休みということで、来週からでも高校生のみんなさ、もう夏休みだよね。本当に羨ましい。夏休みで、夏休みは何をするかというと、普通にプライベートの予定だけで言うと、さきちゃんと旅行行ったり、りんちゃんともお泊まりしたり、中学の子たちと多分、グランピングとかお泊まりとかするのかな。私ママとも韓国行くし、結構予定が詰め詰めで、とっても楽しみです。お仕事も結構ありますし、イベントもあって、オープンキャンパス、名古屋のオープンキャンパス行かせていただくんですけど、公認の方限定で、イベント参加ができて、しかも暇に会えるということで、ぜひ、名古屋とか近くに住んでいる高校2年生の皆さん、オープンキャンパス来てくれると嬉しいです。ちなみに、専門学校名古屋ビジネスアカデミーっていうところの、オープンキャンパスに出させていただくので、ぜひ皆さん来てください。あと結構イベントが多くてね、カンコレもありますし、9月には読売新聞、マネーフェスっていうイベントもありますし、結構いろいろあるから、みんな来てくれると嬉しいです。あとは、花王さんのアリーさん、私大好きな日焼け止めのアリーさんのライブ配信にも、出させていただくんですけど、8月7日の19時からの30分間なので皆さんからの質問とかもお答えできるので、ぜひ見てくれると嬉しいです。っていう感じですかね。やっぱ私の今の目標はやっぱ韓国語を頑張って、ママと9月に韓国に行くので、それまでに韓国語を話せるようになれたらいいななんて思っています。というわけでですね、今回こんな感じで終わりたいと思います。最近はちょっと繊細で、自分の繊細っていうことある？でも結構本当に繊細なんですよ、もう。それが嫌なんですけどね。もうなんかちょっとネガティブになっちゃうこともありますけど、身の回りに起きることを全て学びだと思って、全部楽しく受け入れて、頑張っていきましょう。というわけで皆さんの近況報告を待ってますね。では、次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバイ。明日も頑張ろうね。